これまで恐竜3種命名、毎年数ヶ月間恐竜発掘しているガチモンの恐竜研究者、こちるいすすむです。今回紹介する論文は2025年3月に発表された新種恐竜デュオニクスについてです。デュオニクスとはテリジノサウルス類という新種の植物食恐竜です。テリジノサウルス類とはモンゴルやアメリカで見つかっている恐竜で、もともとは肉食性のご先祖様を持っていたものの、二次的に植物食性もしくは雑食性になったグループですね。植物食の恐竜は基本的に四つ足だったり大きな頭を持っていたりするのですが、テリジノサウルスに関しては肉食恐竜だった頃の名残もあって、小さな頭で二足歩行をしていました。見つかったのはモンゴルのバインシレ層、だいたい9000万年くらい前だと思われますが、年代はまだはっきりとは決まっていません。場所はウルリベフルックという化石産地です。実はモンゴルのバインシレ層からは他にも3種類のテリジノサウルス類が見つかっています。1種類目はセグノサウルス、アラフトゥールという化石産地から見つかっています。この産地は我々のチームも2022年から入っている場所で、ジュラ紀から白亜紀まで幅広い地層が露出しています。2つ目、エニグモサウルスも同じハラフトゥールから見つかっているテリジノサウルス類ね。そして3種類目、エルリコサウルスはバイシンツァフから見つかっています。デュオニクスが見つかったウルリベフルックに比較的近い場所ですね。この場所はとんでもなく多くの恐竜化石が見つかっており、有名どころだとゴビハドロスという植物食恐竜の全身骨格が複数見つかっています。ここで見つかっているテリジノサウルス類エルリコサウルスも非常に保存状態がいいですね。世界で唯一の完全なテリジノサウルス類の頭骨化石になります。そんなわけでモンゴルのバインシレ層からはすでに3種類もテリジノサウルスが知られていたのですが、今回4種類目デュオニクスが発表されたわけです。この新種恐竜デュオニクスは MPCD100/85 番という1個体分の化石に基づいて名前が付けられています。保存されているのは背骨や肩から指先、それに腰の骨の一部で、頭や足の骨は見つかっていないものの、比較的良好な化石です。完全な大人ではなく、体重は約 260kg 程度とされています。そして何といっても特徴的なのは、指が2本しかないという点ですね。実は2本指というのは、恐竜の進化の過程で何度も登場している特徴です。有名どころだとティラノサウルスなんかがそうですが、他にもアロサウルスの仲間やモノニクスの仲間、オビラプトルの仲間なんかも2本指になっています。そして今回その中にテリジノサウルス類が仲間入りするわけです。これらの仲間で残っている指は第1子と第2子、つまり親指と人差し指ですね。ちなみに指は2本しかありませんが、中手骨という手のひらの骨は小さい3本目の骨が残っています。ではこれらの恐竜は一体なぜ恐竜類の中でも何度も何度も指の減少が起きていたのか。少なくとも超肉食性のティラノサウルス類やアロサウルスの仲間は捕食の機能の大部分が頭に移行していたため、前足の役割は減少していたのではないかとこの論文ではしています。ただ同時にモノニクスの仲間は昆虫を食べていたという可能性が指摘されており、さらにデュオニクスなどのテリジノサウルス類はおそらく植物を食べていたと思われます。なので単一の理由で2本指に修練したというよりも、恐竜類の指は思ったよりも簡単に減少する、そういった設計になっていたのだろうと思われます。さて2本指以外にもデュオニクスには面白い特徴があります。それは鍵爪が保存されているということです。骨ではなくケラチン部分が奇跡的に残っているね。
これを使ってリオニクスの爪の役割が示唆されています。爪の曲がり具合を今の動物と比較すると、木登りをする種や物をつかむ動物と同じように大きなカーブをしていることが分かったんですね。さすがにこの大きさで木登りをすることはなかったでしょうから、この論文では木の枝などそういった物をつかむために大きく曲がった爪を使っていただろうとしています。どうやらリオニクスは指の可動域も高かったようで、直径10センチメートル程度の細かいものまでつかめたであろうとしています。もっと新しい時代に生きていたテリジノサウルスなんかは指の可動域が狭く、大雑把に枝を集めることしかできなかっただろうことから、リオニクスは比較的餌の襟好みがあったのかもしれません。実は北米のテリジノサウルス類も類似の鍵爪を持っていたので、進化的なテリジノサウルス類は似たように物をつかむのが得意だったのかもしれません。さて、まとめますと、新種のテリジノサウルス類リオニクスがこの論文によって命名されました。リオニクスの最大の特徴は前足の指が2本しかないこと、そして指の爪のケラチン部分が保存されているということですね。このように指の数の減少は恐竜類の進化で少なくとも5回独立して獲得されたということが判明しました。指の数は減ったものの、リオニクスの爪はしっかりと物をつかむのに適していたということがこの論文によって明らかになり、比較的小さいものがつかめたことなどから、食べるものをある程度選択する美食家だった可能性が考えられます。以上になります。新種恐竜リオニクス。面白いと思ったらぜひぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。